アメリカ最古のバイクブランドインディアンモーターサイクル、日本で一番新しくて詳しい情報をお届けしていますインディアンモーターサイクルマニア V 型エンジン大好き西尾です。今回の動画ではこれ見てください、元アメリカのキングオブザバガーズ、インディアンモーターサイクルとハーレー・ダビッドソンがガチンコでバガーレースをしている元アメリカのキングオブバガーズをみんなで見ようぜという動画になります。インディアンモーターサイクルに興味がある方ならうっすら知ってるかと思うんですけど、元アメリカという、アメリカが舞台のオートバイレースがありまして、その中でバガースタイルのバイクだけでナンバーワンを決めようというキングオブザバガーズというレースがあるんですけど、どんなものか早速ね、元アメリカのホームページからご紹介していきたいと思います。こんな感じでキングオブザバガーズ見てください。ここにチャレンジャー、インディアンモーターサイクルの水冷のエンジンを積んだハイパフォーマンスバガーであるチャレンジャーが発売されたのが2020年なんですけれども、そこでハイパフォーマンスバガーっておもろいやんということで、2020年に元アメリカの一つのエキシビジョンマッチとして開催されましたバガーレース、これが非常に人気が出まして、これは2021年からレギュラー化しようじゃないかということで、21年から今年2025年で5回目を数えますバガーレースキングオブザバガーズなんですけど、出場できるバイクレギュレーションがありまして、ここ載ってますね。ハーレー・ダビッドソンのロードグライド年式は問わず、インディアンのチャレンジャー年式は問わず、ルールとしては車重最低620ポンド、281キロであること、ライダーは18歳から55歳までであれば出れますよというレースになっています。こちらツーリングのフェアリングとバガーなんで、ハードのサイドバックついてないとダメっていうレギュレーションになってまして、実際ハーレー・ダビッドソンではロードグライドとインディアンではチャレンジャー、その2機種がガチンコバトルを繰り広げると、そういうレース内容になっています。2020年エキシビジョンの大会では我らがインディアンモーターサイクルのチャレンジャーテイラー・オハラ選手が見事優勝しまして、それ以降2021、2、3、4と4回はハーレーとインディアンが1年ずつ交代で優勝すると、非常に拮抗した勝負になっています。2025年こちらただいまレース真っ最中でして、全14戦のうち6月現在で約半分終わってるんですが、この動画を見てキングオブザバガーズ面白そうやなと思った人、是非ね元アメリカの YouTube チャンネルがあるので、そこでねレースちょっと見てもらえたらめちゃくちゃ面白いです。こちら元アメリカの公式 YouTube チャンネルなんですけど、レースが終わった次の日には前日のダイジェスト動画が出るんですけど、そこからだいたい1ヶ月後ぐらいにフルマッチが無料で見れるという感じなので、まず興味持ったら是非ねレースのダイジェストから見てもらえたらなと思います。こうね、ちなみにこれが、先日行われたロードアメリカの2戦目、インディアンモーターサイクルの公式レースチームっていうのがありまして、こちらレッキングクルーという名称なんですけど、インディアンモーターサイクルの長い歴史の中でもこのレッキングクルーというのは非常に大切な名前になってまして、インディアンのホームページにも出てるんですけど、1950年代にもうとにかく強かった3人、アーニー・ベックマンとビル・トゥーマン、ボビー・ヒルって3人ね、オリジナルのレッキングクルーというのがいたんですけど、とにかく強くて、もうアメリカの人たちの中でも語り継がれる無敵のレースチームやったんですね。その名前を引き継いだレッキングクルーが2019年から再始動してるんですけども、アメリカンフラットトラックレースで無双した FTR のレッキングクルー、そして今ご案内していますキングオブザバガーズでチャレンジをし続けている現代のレッキングクルー、インディアンモーターサイクルの2025年レッキングクルー
3名の選手こんな感じで、去年初出場で初優勝をやったトロイ・ハーフ選手と、2020年のエキシビジョンの時から皆勤賞ですね、タイラー・オハラ選手、こちらね6回中2回優勝してます。こちらフランス出身のロリス・バズ選手、この方はね今年からキングオブザバガーズ初参戦なんですけど、初出場でいきなり表彰台上がってますから、今年この選手たちも MotoGP とかスーパーバイク選手権とかアメリカ以外のレースでも結構活躍してた選手たちなので、レース自体も見応えあるんですけど、全く違う畑からこのバガーレースにチャレンジしてるっていうスピリッツもね、是非注目してもらえると観戦非常に楽しいかなと思います。ちなみに今年のレッキングクルーのこのロリス・バズ選手なんですけど、今年のね鈴鹿8体でね走るそうで、BMW に乗って日本のチームから8体出られるそうなんで、そちらもね個人的に結果注目していきたいなと思ってます。今年のキングオブザバガーズは全部で13台エントリーになってまして、ハーレー、インディアンともに3台ずつがファクトリーチーム、残り2台はインディアンと5台がハーレーのプライベートチームという内容になってます。ファクトリーチームが強いのはもちろんなんですけど、実はね序盤のレースではインディアンのプライベートチームが表彰台に上がったりとかもしてますので、インディアンとハーレーの戦いというのも非常に見どころやと思うんですけど、ファクトリーチームの牙城をプライベートチームがどう崩すのかとか、その辺もね見どころの一つとして是非チェックしてもらえたら楽しいかなと思います。今回ご紹介しましたキングオブザバガーズに登場しているインディアンのチャレンジャーというバイクについては詳しく紹介した動画概要欄に貼ってますので、ぜひご覧になってください。2021年のスタートからハーレーとインディアンが交互に優勝するという内容で、2024年はインディアンの優勝でした。そんな2025年、これね今現在1位はハーレー・ダビッドソンなんですが、2位3位4位はねインディアンがつけてますので、今年レース終盤まで一緒にインディアン応援していきましょう。元アメリカのホームページ、これもね概要欄に貼っとくんですけど、これね今僕が着てるキングオブザバガーズのパーカーとか T シャツね買えますんで、気になった人ぜひチェックしてください。このチャンネルではインディアンモーターサイクルの日本で一番新しくて詳しい情報をお届けしています。チャンネル登録、高評価、あとはこんなトピック取り扱ってほしいなどあれば、ぜひコメント欄で教えてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。